皆さんお疲れ様です。前回はですねまず第1弾といたしまして中古のミニクーパーを選ぶときにこの迷いがちな、ミニクーパーの世代、これについてねお話をいたしました。とはいうもののですね中古ミニクーパーを購入するにあたってもそれだけではちょっとよくわからないよということで中古ミニ選び第2弾といたしまして、今回ね、いろいろとお伝えしていきたいと思います。はい、ということで今回のポイントですけども、購入後に出たトラブルは、一体どんなのがあったんですかということと、これねミニクーパー購入して2年経ったわけなんですけどもトータルコストってどれぐらいかかるんだろうと中古のミニなんかでしたらね変なこうね修理なんかこうしてですね、結構値段上がるんじゃないのとかご心配されてる方もおると思うんで、その辺のお話をちょっとね今回は具体的にしていきたいと思います。これについてはですね私のちょっと経験談になるのでちょっと参考程度で聞いていただいたらいいかなと思います。やっぱり中古の車なんで当たり外れがあるんで全くね同じような感じにならないとは思うんですけども大体同じような傾向は出るかなと思います。私もですね中古ミニクーパー買ったわけなんですけどもやっぱりその時はね、やっぱりトラブル大丈夫かなということですごくね心配いたしました。けどですね中古車っていうのはやっぱり購入安いんでこんな感じでねいろいろとカスタマイズとかねできる楽しみも、あるのかなということで中古車購入も結構ねいいと思います。それでトラブルの話なんですけどもまず第1弾に発生したトラブルというのがイグニッションコイル関連ですね。こちらのねちょっとトラブルが発生いたしましてそれもちょっと購入直後にね発生したんでねちょっとこれびっくりしたんですけどもその時のね映像あるんでちょっとこちらご覧ください。やばい、なんか変な音する。冷却水っぽいなやばいな。家には帰れなかった。大丈夫？爆発せんへん。はい、ということでね、こういうちょっと緊迫した、状況になったわけなんですけども、結果的にはね、イグニッションコイルがちょっとおかしくて、エンジンがすごくね、振動した関係で、クーラントが吹いた。それによってちょっとね煙というか蒸気が発生して燃えたんちゃうかみたいな感じの、ことを経験させていただきました。これは本当にね焦りました。はい、続いてはですね、こちらですね、またね、エンジンルームに戻るんですけども、まずはね、オイル漏れというか、オイルがですね、どんどんね、減っていくんですよね。で、これがですね、普通のね、日本車ではないんですけど、それに合わせてね、クーラントもなぜか知らんけど、だんだん減っていくというような現象に、なりました。こちらの方はですね継ぎ足しすればですね、問題なく走れるんで、それでだまし走ってる状態を繰り返していたわけなんですけどもそれよりもですねちょっとねエンジン音がですね何かちょっとね変なねちょっとなんていうんですかね、ディーゼルのようなちょっとガラガラ音がするということで、これも合わせてちょっと解消できないかということで、こちらですね、ちょっとオイル添加剤を入れてみようということで、こちらシュアラスタのループですかね、試しに入れてみました。はい、これがですね入れる時の映像になるんですけどもですね、結論から言いますと、こちらを入れて、この不具合が治るかと言いましたら、そうですねちょっとねエンジン音は静かになったもののオイル漏れは止まりませんでしたけどね燃費がちょっとね伸びたりとかはしましたね。次にですねエアコンがですね
ちょっとやっぱし買った時からこう効きが悪かったので、これはね、直接的な不具合とは言えないかもしれませんけど、手入れの中でですね、こういうこともいたしましたということで、ご紹介しておきます。エアコンの方はね、こうガスの補給なんかでこう簡単に治ったりするので、いっぺんね、もし効きが悪い場合は試してみるのもありかと思います。続いてね、またね、オイル添加剤の方ね、ちょっと試してみたわけなんですけども、こちら、丸山モリブデンですね、京阪商会さんのやつ使ったんですけども、これでね、一時、エンジンの方、調子良くなりました。これすごいですよね。で、エンジン音も明らかにね、静かになったんでね、これはちょっとお試しありです。おすすめですね。それでね、安心してたんですけど、今年の冬ね、ちょっと寒かったせいで、トラブルがね、続発いたしました。で、それの関係でですね、このソレノイドバルブ、こちらの方をね、交換することになったわけなんですけども、結論から言いましたらね、このソレノイドバルブが、購入当初から多分悪かったのかなと、動きが悪かったのかなというようなことを感じました。もうこちらをね、交換したらすごくね、エンジンもミッションのね、切り替えもスムーズになって、もっとね、早く交換しておけばね、良かったかなということを感じました。またね、動画の方を見ていただいて同じようなね、症状がある人はね、これを書いたらめちゃくちゃ調子よくなるんで、これもね、もし、結構簡単に取り替えれるんでね、お試しあれということで、おすすめですね。はい。はい、あとですね、外装関係になりますけども、外車特有の症状というか、悪さでパッキン類ですね。このフロントガラスのとこ、指さしてるとこね、本来はパッキンがずーっとあるんですけども、これがですね、実はもうもろもろで全部取れてなくなっちゃってます。ということで、パッキン類についてはちょっとね、購入の際には要チェックですね。で、ここ最近ね、ちょっと修理したところになるんですけども、ここアンテナのね、周りについてもパッキンがあるんですが、これもね、ちゃんとメンテしてないとボロボロになっちゃってたんで、その辺もちょっと要チェックということで、お伝えしておきます。はい、続きましてね、これ皆さん一番気になっているところですね。中古ミニを買って、コスト、維持費どれぐらいかかるのというところをちょっとね、お伝えしたいと思います。これ私が実際かかった値段をご紹介するんですけども、購入から、2年経ちまして、それのトータルコスト、おおよそですけど17万円、かかっておりました。これにはですね、当然、修理代っていうか修理にかかった部品とかですね、あと車検代、あとドレスアップ代ということで部品とかホイールとかね、こういうのも含んだ値段になります。でいろいろね2年間でドレスアップ部品とかこのシートのカバーなんかもね結構いい値段したんですけども、そういうのも購入しておるんでこのグッズ類をですね購入してもこの17万円で収まってるっていうのは結構ね意外にお金かかってないのかなということで、私個人的には思っております。私はミニクーパー第2世代のクーパー S、こちら乗ってるわけなんですけども、それについてはですねミニクーパー全体的に言えるかもしれないんですけども、弱点部品っていうのがいくつかあるようなのでそれについて、取り替えるスキルっていうか知識だけ持っていればですね修理費としてはちょっとかかることがなく安く済むのかなと思います。で部品もですね、確かに高い、5万とか10万とかする部品あるかと思うんですけども、そこはちょっと OEM 品ですかね、そういう風なのを流用して、自分でね修理することによって、結構ね維持費も安く、済むのかなというような気がいたします。
私の場合ね、いろいろこうしてきたわけなんですけども、結果的こう部品らしいものを交換したっていうのは、最後にですね、ソレノイドバルブ、こちらぐらいですかね。これについてもですね、素人でも、交換できるということが証明できましたので、それがこうできればですね、要は自分でね、ある程度メンテナンスができれば、維持費、コストもですね、安く上がるのかなと思いました。はい、ということで、ミニクーパー中古ミニね、購入検討されている方、ぜひいろいろこう見て回ってですね、いい車見つけてほしいなと思います。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。